でパパがこれを見て興奮しているのかは、見てこれ、見たことないような日産もありますね。めっちゃ可愛いよね。あっちゃんどう？これはこのフェアレイディは見てこれ。あっちゃんがさっき見たらなんかバイパーっぽい部分あるって言ったっけ？プラウド2サムズアップですね。これ楽しかったな。初めて見に来たんだよね、あっちゃんね。見たことないような日産もありますね。これまさかこの当時の日産がここに出ると思わなかった。ほら、70型日産70型セダン、こういうボディめちゃくちゃアメ車っぽい部分あるんじゃないですか。もちろん右ハンドルなんだけど、すごいアメ車っぽい、このシボレーのグリルっぽいところがある。こういうところもめちゃくちゃアメ車っぽい部分があるんだよね。ボンネットの開け方とかもそうだし、かっこいいのはな、ここだよ。ウィンカーでしょ、これは。めっちゃいい、このアポロというところのウィンカーがこう出てくるんじゃない？かわいい。これもいいよね。見て、これ外に出てきているこのガラス。あ、これ後付けなのかな。これ普通の窓はこう一体化、1枚のガラスにもう1枚のこういうの、これオプションだったのかな。面白い。あとダッシュもすごくいいよね。本物の生地なのかな。なんかそれなんか偽物っぽく見えるんだけど、どうでしょう。いやでもね、珍しいんでこれはいいよね。当時のハップカップめっちゃ珍しいんだろうな。これ1個持って多分ね、もう探してもなかなか探せないものじゃないのかな。珍しい車初めて見ました。1937年式のダトさん16のクーペ。見てこのチビ、何 cc なんだろうね。すんごいちっちゃいんだろうと思うんだけど、見てこれ、ミスター・ビーンが乗るような車なんだよな。これはかわいい、かわいい。色もいいし、カバーもここはめっちゃかわいいよね。小さくて、タイヤも俺めちゃくちゃ古い、バイクのタイヤより細いんじゃない？いいね、この車はね。なかなかオリジナルで超珍しいものでしょう。あっちを見て、あっちゃん、これ初めて見たよ。フェアレイディの1960年フェアレイディ SPL212。 よく意味が分かんないんだけど、この車見て、めちゃくちゃオリジナルっぽいよね。多分事故ったりぶつけられたり錆だらけの状態から一回多分昔にリストアされた車両だろうと思うんだけど、見て、すんごいシンプルなもの。ネズミが中にまだ住んでるんじゃないかって。見て、あそこ左ハンドルだからアメリカにあった車両なのかな。アメリカ用に見たの灰皿、ダトさんの灰皿。いいね、すごいね、珍しい。見て、当時のオーバースプレー。これは数十年前のこういうオーバースプレーと板金とかも見て、こういうのもね買えないんだろうな。見て、これも絶対事故ったことがあるんだろうと思うんだけど、ボンネットのトランクルームの方のこういうアライメントはめちゃくちゃだよね。でもそれがすごくいい。それを味わってる。すんごくいい。この車はこんなピカピカの車両の中で、ひょっとしたら俺が一番気に入ったのはこのダトさんかな。あっちゃんどう？これは、このフェアレイディは珍しいでしょう。興味ないよね。めちゃくちゃ、なんでパパがこれを見て興奮しているのかは、見てこれ、当時の小さい可愛いよね、サンバイザーが。いいなぁ。こういうのを見るとすごくいい。大好き。2サムズアップですね。
このワゴン覚えてる方いるかな。日本車旧車集会、こうロングビーチのイベントで何年前だったかな、4、5年前、6年前、7年前、10年前、50年前か分かんないんだけど、めちゃくちゃかっこいいワゴンなんだよね。あっちゃんはやっとこれもね気に入ってくれたんだよね。パパこれかっこいいワゴンだなって言ったんでしょって、昔からめっちゃかっこいい。ほらサーフ仕様になっている1967年式のダットさん 411SSS ワゴンだよね。アリスという名前がついてます。これはいいよね。エアコンのね、これはエアコンだったのはね知らない方も多いと思うんだけど、当時のこのほら屋根の方のこのラックというキャリアというのかな、いいね、めっちゃいいよ。赤にゴールド、このデザインこう日本的でありながら中にサイクロもあってすごくアメリカンだな。この辺は俺もこういうのね大好きなんだよね俺は。でこれは当時のアクセサリーで見てかわいいよ。このミラーもいいしバイザーもすごくいい。見てこれちっちゃいネジで止まってるステンレス製のアルミかステンレス製のバイザーでめっちゃいいよ。このワゴンがめちゃくちゃクールだよね。大好き、前からは好きだし、日本車旧車集会に行くのかな今年はね。またそこでまた会いましょう。あと3分。ランドクルーザーといえばこれでしょう。色もこの色だよね。当時のね昔のこれ1973年の当時の色だろうと思うんだけど、今となってまたこの色が人気だよね。かっこいいというか、この色をまた今時の車にこれ塗ったらめっちゃ似合うんじゃないかなと思う。新しいランクルにはこの色があったらレトロっぽくてめちゃくちゃいいと思う。かわいいっていうかかっこいいっていうか、めちゃくちゃこういうのはねレアで、この程度で見るランクルもないな。これは左ハンドル車だったんでアメリカ仕様のものだったんだけど、めちゃくちゃいいね。見てこの色のコンビが、窓もこの四角いボディがめちゃくちゃいい。ほらあとね、こういう風にオープンになるシートも倒すことできる。いいな、こういう見ると興奮しますよね。彼ほどは興奮しないんだけど、ほらほらほら、あの人は見て興奮している。この珍しい鈴見たから興奮しちゃったのかな。見てこれ、知ってる方いる？2000年式イスズベヒクロスというクロスオーバーの黄色と黒のオーバーフェンダーに、見てこれ、あちゃんがさっき見たらなんかバイパーっぽい部分あるって言ったっけ？プラウダーっぽいところがあるって言ったっけ？プラウダーはどこに見えるのかはわかんないんだけど、このなんかオフロードのオーバーフェンダーがなんかビスで止めてるような、何なのかなこれは。オートマだし革し、これはイスズさんこういう車作ったの？これ GM とのなんか提携でなんか作ったのかわかんないんだけど、珍しい車だよね。ベヒクロス、ビヒクロスという意味なのかな、よくわかんない。これクロスオーバーとしては最初にあった車両なのかは本当にわかんない。珍しい車です。ちょっとね人気だなと思うのはこの車だよね。このセラっていうのかな、セラ。これはガルウィングタイプの車なのかな。やっぱりドアの仕組みからいくとドアがこう SV、これ日本の SV ってっぽいよね。電飾はついてないんだろうと思うんだけど、これはガルウィング式だよね。これとその何だったっけ、オートザムだったっけ、もう一台があんまり詳しくないんで申し訳ないんだけど、こういうタイプの車はやっぱり日本にあった珍しい車が最近アメリカ人にも知られるようになってアメリカに来てますね。これはすんごく程度がいいよね。見てこれ、プライバシーがないよね。何もできないよね。大型トラックの運転手からもう丸見えないよね。ちょっと怖いよね。
これ旧車の展示になってるんだけど、やっぱり新車のこれからの発表になる、それがプロトタイプみたいな車が多いですよね、この中で。多いというか、1、2、3台のインフィニットのこれからの車、すごい車だよね。これどう見てもプロトタイプっぽいんだけど、綺麗なこういうディスプレイの中で、絵もね、入ってる。すごいよ。さっきから始まったばかり、めちゃくちゃ細かい、綺麗にこう今、ほら手が入ってるんだよね。すごいです。You speak fluent Japanese. ちょっとだけだね。すごい。今日のイベントは素晴らしかった。楽しいイベントで、本当にこれってこういう珍しい日本車の名車が見れたことがすごいとても良かったね。朝一からこういうのできると。この後またフェラーリとかランボルギーニとかまたスーパーカー見に行くんだろうと思うんだけど、これ楽しかったな。初めて見に来たんだよね、あっちゃんね。こういうイベントもある自体も知らなかったので、今年は本当に新しいハプニングとの初のことが多かったんだよね。よかった。また皆さんこうモントレーに来られる方、もうスーパーカーだけじゃないからね、こういう日本車旧車の集まりまでもあるので、ぜひ、チェックしてみてね。サムズアップといつもの笑顔でやっていきましょう。日々前進という感じで前向きにやっていきましょう。ではまた次回までよろしく。楽しんでる？テーマだよね。白黒。ちょっと違うかな。And one here, right here, one more. ファンが多いね。ファンが多い。See you again, man.